いっすっすー、霊夢部長インスタを、おいっすっすー。今回は歴代ラスボスたちに対する東方プロジェクトの主人公である白霊霊夢の評価を紹介していきますよ。歴代の6面ボスと戦ってみての感想ってことだな。それはめちゃくちゃ気になる内容だぜ。霊夢ははっきり物事を言う人間なのでどんな評価を下しているのか注目です。まずはじめに今回ラスボスたちを評価する霊夢とはどんな人物か軽くご紹介しましょう。みんな大好き白霊霊夢は東方プロジェクトの主人公にして白霊神社の巫女さん、幻想郷と外の世界を隔離する白霊大結界の管理及び定期的に発生する異変の解決を生業としています。親の情報は全くないがつい最近白霊家について語られて、血筋はいることが分かったぜ。性格はかなり強気でのんびり屋さん、前回の人気キャラの日常生活裏話で紹介したように、結構ぐうたらしていますね。今はかなり落ち着きましたが怖いもの知らずで乱暴なところがあり、妖怪を見つけたらとりあえずしばくという一面も、制作者図氏からは東方神秘録までは霊夢が一番ラスボスらしいキャラというほど、風神録2面のひなが引き返すように促してくれていたのに妖怪扱いして退治しちゃうことからも乱暴さが見えたよね。そんな真のラスボスが、歴代のラスボスを評価したことがあるので一緒に見ていこうと思いますよ。まずはじめに紹介するのは東方高魔教6面ボスであるレミリア・スカーレットです。いきなり大物の評価気になりすぎる。まずレミリア・スカーレットは500歳の吸血鬼で高魔館の主です。500歳といっても妖怪は基本みんな長生きなので、まだまだ妖怪としてはルーキーなんだよね。前回の幻想郷観光巡り方で紹介したようにレミリアは古付近に立っている赤い色調を持つ高魔館の主、内部が洋風であったり、通常孤立を好む妖怪が主人を務めるなど他の施設にはない特徴を多く持っていますね。また、いざよい昨夜が空間をいじっていて、館内を本来より広くしていますよ。そんな高魔館のメンバー構図としては、社長のレミリア・スカーレット、その妹君であるフランドール・スカーレット、友人のパチュリーノ・ウレッジ、その従者と思われる小悪魔、メイド長であるいざよい昨夜、同じく従者にして門番を務める本命林、といったような構成が基本となっていますね。やはり高魔館は他種族の者が住む異質な組織となっています。レミリアお嬢様は本当にたくさんの種族を受け入れているんだな。そんな主として魅力を持つレミリアは実はあまり知られていませんが、弾幕はナイフを使った弾幕や炎を使った弾幕も使いこなせます。ほえー、レミリアがナイフとか使ってるイメージ全然ないぜ。ただレミリアの真の強さは体術であり、霊夢以外誰も手も足も出なかった頼姫に尻餅をつかせたという偉業を成し遂げていた。吸血鬼派種族的に片手で大木を持ち上げられることができて、速さは瞬きをした一瞬で人里を駆け抜けれるらしいからね。弾幕を撃つより速い説あるよ。さあそんな最強の種族吸血鬼のレミリアに対する高魔教後の評価をご紹介しましょう。霊夢がキャラを評価した場所はこちらの東方外来異変東方高魔教全ステージクロスレビュー。東方プロジェクトの公式マガジンで、これまでの書籍と違い作中世界のことだけではなく、現実世界での東方プロジェクトの動向について語られていたり、貴重な制作者図氏のインタビューが見れる雑誌だよね。それによる公式の東方高魔教のクロスレビューは霊夢やマリサといったキャラ目線によるレビューが見られるのです。その霊夢がレミリアに対する評価も見られるので見ていきましょう。霊夢、こいつは本人も弾幕も力任せって感じだわ。性格がよく出てるわ。トリッキーな軌道もあるけど、なんていうかお子様の遊びの延長よね。とのことで、霊夢から見るとお子様の遊びの延長のような弾幕だったようです。幼女とハイエ400歳以上目上に対して上から目線。霊夢らしいですね。やはりレミリアはまだ妖怪としては幼いためか、まだ力任せのところがあるようですね。確かに耐久系も少なめで、弾幕もシンプルなものが多いよね。さすがはスペルカードの訂正者だけありコメントがお厳しい。レミリアは先ほども言ったように弾幕より接近が得意なのでその辺も霊夢のレビューによるものなのかもですね。力任せが得意だから接近の方が得意ってことね。ただ点数は10点満点中6点と高得点を得ています。霊夢は大概点数は5以下をつけていて、3面ボスまでは1点しかつけないと非常に辛口コメンテーター。この方絶対ジョブチェーンに連れてきたらダメなやつだ。なので6点はかなり高得点なので意外と好評だったようです。続いてヨーヨーム6面ボスである西洋寺ゆゆ子に対する霊夢の評価を見ていきますよ。まずヨーヨームで起きた異変の主犯者であり最後の6面ボスが西洋寺ゆう子です。冥界にある白玉楼に住む西洋寺家のお嬢様だよな。1000年以上も亡霊のままという極めて珍しい長寿の亡霊です。前回のキャラの恋愛事情で紹介したように実はそのことに気にしていて、まだクチクチの亡霊だと称しているぜ。人を恨むこともない上に幽霊の統制を取ることができる能力が変われ閻魔様から幽霊の管理を命じられていますよ。いつも本としているゆゆ子ですが、どの作品でも異変の元凶を誰よりも先に掴んでいたりと底の知れない人でもある。しかし死を操る程度の能力という恐ろしい能力を持っている。こちらは文字通り抵抗なく生物を殺す能力です。注意、なんというルナティックな能力。この能力は即死させるのか
かしに誘うものなのか明確な情報は少ない。ただエイヤショーの会話中にて不老不死の猛攻を殺そうとしていたので、ドラクエのザラキのように即死の方だと思われます。といったように、かなり恐ろしい能力を持ち、長寿の亡霊であるユユコに対する霊夢の評価を見ていきましょう。とぼけてみせるけど、こういう輩が一番危険なのよ。性質悪いことに対峙しきれないみたいだから、とにかく懲らしめるしかないのよね。といったように、ヨーヨームの中ではかなり霊夢の中で危険人物だったようですね。ユユコは亡霊だからほぼ不老不死みたいなもんなので、普通のやり方では倒せないんだよな。特にレミリアのように厳しいコメントがなく、点数も7点とレミリアよりも上なようですね。霊夢が7点はかなり高評価な感じがするな。ユユコの弾幕は非常に綺麗で美しく、また弾幕が追ってくるというトリッキーなものもあるのでそこが好評だったのでしょう。それではせっかくなので、新霊廟一面ボスで出た時の評価も見てみましょうか。そっか、新霊廟ではまさかの一面ボスを担当したんだよな。新霊廟のユユコに対するコメントは、霊夢、今回は弱かったし、いいとこなかったわ。0点、ということで、なんと最低評価の0点を与えられました。いや1点ぐらいあげろよ。マリサの方は気遣って1点は与えていましたが、霊夢ははっきりしているので0点という評価を下していますよ。新霊廟のユユコはお遊びで弾幕をしてきただけだからね。でも0点をあげるところが無慈悲のない霊夢らしい。ただそこもまた霊夢ちゃんの魅力ですね。続いて紹介するキャラは東方エイヤショー6面ボスのヤゴコロエイリン蓬莱山かぐやのクロスレビューです。エイヤショーは6面ボスが A 面と B 面で分かれているので2人いるんだよな。彼女たちは月のお偉いさんなので霊夢もかなり気に入ってくれるでしょう。まずはじめにエイヤショー A 面6面ボスのヤゴコロエイリンは元月人で月にいた頃は月の頭脳とまで呼ばれた天才。実はエイリンは偽名であり、本名はヤゴコロだそうです。地上人には発音できないので表記されているんだよな。霊夢部長的になんだと思う？ヤゴコロ。エイリンボボみたいに言うな。エイリンは現在から1億年ほど前に、ツクヨミラ高貴な神様と共に月に移り住み月の都を作ったのです。その時から計算すると、なんと驚愕の実年齢数億歳らしいですね。ちなみに、今からおよそ1億年前はなんと恐竜の全盛期ですよ。ティラノザウルスにを注射してたのかも。次にエイリンの主である蓬莱山かぐやを見ていきましょう。不死の体を持つ蓬莱人であり、決して死ぬことはないものです。かぐやは月の民の一族であり、月にいた頃は姫として大切に育てられてきた過去がありますよ。今は訳あって地上で生活しているぜ。能力は歴代でも難しいとされる永遠と手榴を操る程度の能力。永遠は時が止まっているのと等しいぐらいスローにする能力で、手榴は一瞬を操る能力です。この能力はまさにチート中のチート能力だよな。また似ている能力を持つ昨夜との関係も気になるところだぜ。そんな月のカリスマたちに対する霊夢の評価を見ていきましょう。まずヤゴコロエイリンのレビューはこちら。かぐやの下についてるけど、実力はこいつの方があるんじゃない？月のやつってのは色々面倒だわ。といったように、エイリンの実力を認めていて、主人であるかぐやよりも A だと評価していますよ。さすがは霊夢だな。公式的にエイリンの方が実力が上だと語られているので、霊夢の評価は正しいぜ。点数もガチな採点で8点を出していて、非常に高評価。やはり元月の賢者の力は真のラスボスも認めるほどなんだね。かぐやはどうなの？かぐやもかなり好評で点数は7点。コメントとしては、例のお宝に頼ってばかりだと思ったら、引きこもり中に考えてたお題って泣けるわね。せいぜい楽しんであげなくちゃ。という霊夢にしては珍しくねぎらいの言葉をかけてあげています。珍しい。霊夢も同情することができるんだ。霊夢の言うかぐやの持つお宝とは竹取物語にも登場する5つの神宝の一つ蓬莱の玉の枝のこと。かぐやは竹取物語のかぐや姫本人なので5つの宝を模した弾幕を使うんだよね。残りの4つの宝を模した弾幕は引きこもり中に考えていたことを考えると、泣けてくるということですね。弾幕なんて外で試し撃ちするもんだから、家の中で想像して作ったとかなら確かに泣けてくるな。その努力の意味を込めて7点を与えられていますよ。霊夢ってただズバズバエグいこと言うだけじゃなくて、結構裏事情も考慮して評価してたとはな。そうでもないかもしれん。続いて紹介するボスは東方風神6の6面ボス八坂かな子です。かなこ様来たー。自分で言って自分で喜ぶんじゃないよ。八坂かな子は名字は八坂ですが、守谷神社に祀られている祭神の一柱。妖怪の山にある守谷神社で、巫女のこちやさなえと、もう一柱の神、守谷諏訪子と一緒に暮らしています。同じく守谷神社に住む年頃の女の子のさなえとの関係性ですが、本当の親子かと思えるぐらい良好な関係性なんですよ。諏訪子は裏の神だしふらふら出かけることが多いからか、ずっとかな子とさなえで写っているんだよな。威厳のある容姿や圧のある赤の服を着ていて、オンバ
柱をぶん投げれるほど強力な力を持っていますが、性格は意外とフランクなお方。あれ全部投げつけた御柱なのかよ。力が強い描写は漫画作品でもたびたび見られますよ。水長下では早苗が2人がかりで持っていても重そうにしていたお酒の樽を一人で軽々持ち上げていますよ。また東方地霊記伝の最新刊では地面を素手で殴って穴を開けようともしていました。カービィの勝ち割りメガトンパンチに出場してほしい。そんなめちゃんこパワーを持つかなこ様に対する霊夢の評価を見ていきましょう。こいつがこっちに来てからというもの、結構な割合で異変に絡んでくるのよね。油断ならないわ。ということで、異変解決やの霊夢からしたら異変の元凶なので危険人物と見ているようです。あははは、かなこ様は異変の数が多いからね。霊夢からすればそうなるか。ちなみに点数は4点と意外と高め。霊夢なら0点をつけかねないもんな。おそらく、霊夢からすれば異変解決は自分の神社に利益をもたらすからかもですね。意外と守谷と白霊神社は利害が一致してるのね。ちなみに早苗は10点満点中10点を与えていますよ。かなこ様は私にとって大きすぎる存在です。と言っていて、身内から見ればやはり神としての存在力はすごい模様。諏訪子は9点なので接待してるわけではないようです。どの漫画作品でも早苗はかなこにひっついて、仲がいい描写がされているもんな。人気投票と同じですよ。知る人はかなこ様の魅力をよくわかってる。風神66面ボス、70位台から早く奪還してください。東方地霊伝6面ボスである霊宇治うつほに対する霊夢の評価を紹介していきますよ。通称奥は地霊伝に住まい、灼熱地獄跡の温度調節を仕事として平和に暮らしていた。しかし、ある日突然訪問してきた山の神八坂かな子によりもたらされたヤタガラスの力を取り込み、急激に力をつけた妖怪。うにょほは今までのキャラと違って可愛げある6面ボスだから面白い評価がされてそうだ。その力は核融合であり、プチ太陽を作って弾幕にすることが可能。その威力はやはり強大すぎるレベルで漫画作品では一つの街を破壊していました。これが日常らしいです。ただキャラクター自身は幼獣らしく、頭は弱くお茶目なキャラ。そんな可愛らしくもえげつないパワーを持つ奥に対する霊夢の評価を見ていきましょう。霊夢のコメントがこちら。どれだけ素晴らしいか知らないけど、未知の力なんて結局危ないだけじゃん。とのことで、なかなかまっすぐなど正論を言っていますね。確かに一理あることだよな。資源の枯渇問題を解決できる、環境負荷を軽減できる、安全性が高い、エネルギー効率が高いとメリットは多いが、その反面こんな感じで、人類を滅ぼす兵器にもなるわけだからね。難しいところだな。霊夢は幻想郷のような古き良きもの自然が好きなので、最先端なエネルギーは否定的ということがわかります。そのため点数も1点となりました。なかなか深い評価だったな。おそらく自然の摂理的には霊夢の意見が正しいでしょうね。視聴者さんはどう思うかコメントで教えてくださいね。続いて青蓮戦6面ボスの聖白蓮に対する霊夢の評価を見ていきましょう。白蓮自体はもう聖人中の聖人だけど、霊夢からすれば商売敵なのでどんな評価をするのか気になるぜ。青蓮戦6面ボスの白蓮は妙蓮寺の住職。妙蓮寺はもともとは妖怪を救うために開いたお寺だったのですが、人間も分け隔てなく受け入れている。妙蓮寺は元が蔵だったり船だったりするのですが、森屋一家の協力もあって改装後は普通の寺となっていますよ。一切の殺生を拒み、悟りを開くため、リーダーである彼女自身も日々修行しているのです。宝船が変化した縁起のいいお寺として、早くも里の人間の信仰を集めていることから組織能力の高さが伺えますね。そんな白蓮は魔法使いであり、自身にバフをかけて力とスピードを爆上げするというもの。特にスピードが異常で身体能力が高い吸血鬼の後ろを取って蹴り飛ばすという離れ技を披露しています。格ゲー作品も白蓮だけダッシュが瞬間移動してるようなものになっているしね。そんな白蓮に対する霊夢の評価はこちら。まあ、妙蓮寺のおかげで妖怪による被害が減ったというのは事実みたいね。少し歯がゆいけど。おお、あの霊夢が肯定的で認めている。霊夢から見ても妙蓮寺はいい影響が出ているのだとわかりますね。点数はなんと歴代ナンバーワンの9点。マジか、あの霊夢が9点ってどえらいことよ。平気でマイナス1点を上げるような人ですからね。一応商売敵でもあるにもかかわらず、9点も与えているのはびっくりですよ。やはり白蓮の聖人サハ霊夢も認めるほどなんだね。ちなみに白蓮の方も霊夢のことを認めていて、出家を断ることもある白蓮が霊夢の一時出家を認めています。ライバルでもあるけど、お互い妖怪と人間の共存を望む宗教家だもんな。霊夢の方派そうでもないかも。今回ラストに東方神霊廟のラスボスである豊里耳の巫女に対する霊夢の評価を紹介していきますよ。まず神霊廟6面ボスである豊里耳の巫女は夢戸の大師廟の内部空間にある神霊廟という巫女の墓的な場所で復活して登場。よく見る道場も神霊廟というが、
越した後の場所なので注意。元聖徳太子だけありそのカリスマ性凄まじく、演説で妖怪を引きつけていました。巫女による神道とは不老不死になってゆっくりまったり暮らそうじゃないかという感じのものだよ。そんな巫女は仙人らしく戦術を巧みに使った技が得意。ワープや異界を作るほどなのでその純粋な戦術は極みと言っていいでしょう。基本的には刀や尺を使った打撃を得意としているようですよ。さすが剣に転生しただけあるね。そんなかっこいいキャラの代表である巫女に対するラスボスレイムちゃんの評価はどんなものか見ていきましょう。レイムのコメントがこちら。レイム、なんだかんだで強いし、9点、強く言われるといまいち言い返せないし、といったように、あのラスボスレイムも巫女には頭が上がらないというコメントをしていました。すげえ、レイムに肯定的に強いなんて言わせるなんてなかなかないでしょ。さすがは巫女様だな。点数も9点という超高得点を叩き出しています。ガチな採点でレイムが9点は白蓮と並んで今回紹介した中では1位。ちなみに自分で自分を採点もしています。巫女が巫女を採点しているの？そのコメントがこちら。巫女、とはいえ私もまだまだ精進が足りん。6点くらいで。ひじり、あなたほどの偉人にそのような謙遜は不要では。ちょうど私もそう思っていたところだ。とのことで、一回自分の採点に謙虚さを見せますが、後々すぐに訂正するという笑いを誘っています。さすがはカリスマは笑いのセンスも違うな。もともと6点で評価していましたが一応8点なので、謙虚といえば謙虚ですね。でも最後の最後でレイムから一番の評価を取ってくれてよかったよ。レイムももう少し素直になってくれればいいんですが、そこもレイムの可愛さですよね。またマリサの採点もあるので、好評だったらそちらもやろうと思いますよ。マリサはマリサで面白そうな評価してそうだな。レイムの評価が面白かったと思ったら高評価を、レイムに自分も評価されてみたいと思う方はコメントで教えてね。また意外なキャラの恋愛事情もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。